本日のテーマはですね、書道の基本ということで、〇〇を学べば行書が劇的に上手くなるということで、ライブ配信1時間やっていこうと思います。皆さん多分普段から書道を学んでいて、苦手な書体とか、得意な書体それぞれお持ちだと思うんですよね。生徒さんの声とかでもちらほら聞こえてくるのは、楷書だったらなんとなく上手い下手もわかるし、自分なりに直していけたりとかするけれども、行書ってなんか正解がわかんなくて、練習しても練習してもこれでいいのかなって迷いながら練習を進めていたりとか、枚数を重ねてもなかなか改善が見られない、お手本を真似して書いているはずなのに自分が書くとのっぺりしてしまうんですよねとか、なんかそういった声が結構多かったんですよ。行書上手になりたいと思ってる方ものすごく多いですから、行書が上手になるためにこういう練習をするといいですよっていうお話を、今日はさせていただこうかなというふうに思っています。結論から言うとですね、行書が上手になりたかったら隷書を学んでくださいというのが今回の答えになります。皆さん聞いたことありますか？隷書体、漢字には5書体あります。天書、隷書、草書、行書、楷書ですね。今日はこの行書が上手くなりたい人のために隷書をやってくださいっていう私からのアドバイスになります。で、どういうことって思ってる人多分きっとたくさんいらっしゃるので、そもそも隷書っていう書体もピンときてない方もいるでしょうから、まず隷書について簡単に触れさせていただくと、隷書って実は皆さんの生活の周りに結構あるんですよ。わかりますか？皆さんが毎日使ってるものの中に隷書体が含まれています。さあ、皆さんが毎日触れるもの何でしょうか？そう、お札ですよね。日本のお札には隷書体が使われています。1万円札、5000円札、1000円札、すべてのお札に隷書体で書かれていますよね。日本銀行券とかっていうのも全部隷書で書かれていたりします。で、隷書はそういう感じで普段私たちの身近に潜んでいる書体でもあって、見たことある人も多いんじゃないかなというふうに思うんですよ。この隷書体が一体行書とどんな関係があるのかっていうと、ぶっちゃけ見た目は全然違います。隷書体っていうと横線が全部水平に書かれていて、こういう感じの書体ですよね。これ私が書いたお手本です。ああ、これねって思った人はいっぱいいると思います。これが隷書体。行書上手になりたかったらこれやってくださいっていうお話なんですよ。なんでこの隷書をやると行書が上手になるんだって皆さん気になりますよね。実はですね、この隷書体には普通の楷書体とか楷書を崩したような行書とか草書とかにはないような筆使いがたくさん出てくるんです。皆さんが今まで出会ったことのないような造法っていうんですけど、筆をくるっと回転させてスタートする逆筆造法っていう筆使いですよね。こういう特殊な筆使いが出てきて、しかもそれがですよ、右回転時計回りに回すものから左回転反時計回りに回すもの、8の字するもの、それからちょっと外側から入れるようなこういう風に入筆するものとか、本当にいろんな表情の線が出てくるんですよ。こういった隷書を通じてさまざまな筆使いを学んでいくことによって、筆先の扱いが理解できるようになり、どっち回転で筆を入れるとどういう太さの線になり、で逆に左回転の動きで入ると筆はどんどんまとまっていき、書きやすくなっていく。行書を書いていてよくある悩みは、私が行書を書いてるとなんか筆がバサバサしてきちゃうんですとか、筆が途中でバラバラになっちゃって先生みたいな綺麗な線が出せませんとかって皆さんおっしゃるんですよ。でもそれっていうのは書いてる途中に筆先をまとめる技術を知らないからなんです。隷書をやることによってですね、さまざまな筆法が身につき、書きながら筆をまとめるっていう技術が身につくので、結果的に行書を書いた時にも、行書でこっち回転で次入れれば筆先今さばけちゃったけどまたまとめて綺麗な線出すことができるぞとかっていう風に全部わかるようになる。思い通りの線で全ての線が引けるようになって、今細い線出したい、今太い線出したい、今かすれを出したい、全てが叶うようになるんです。なのでそのために皆さんに隷書という書体を学んでほしいというのが、私からの今日のお話というか、みんな隷書やってくれたらすごいいいのになって思ってることですね。じゃあちょっと深い話はまた後でコメント読み上げていきますね。隷書が行書の基本になるとは知りませんでしたよ。本当ですか？いや、これは意外だと思う。私も生徒さんに伝えた時に
みたいな、みんなもうポカーンってするんですよ。でも初めて霊書に触れた方がですよ、霊書をやると、これ私今までできてなかったです、今日霊書やったおかげで今まで穂先を使えてなかったことに明確に気づきました、今度から筆先立てて書けるように気をつけますっておっしゃってくださったりとか、霊書書いた後に行書を書いてもらったんですよ。その時の線の線質が全然違うものになって、今までその方が行書書いてもハケで書いたようななんかペラペラの線に仕上がってたのが、霊書書いた後に行書書いてもらったら骨力十分の厚みのある素晴らしい線が引けたんですよね。で感想を聞いたら、こんなに書いてる感があったの初めてですっておっしゃってくださったんですよ。今まで行書書いててもなんかわけわかんないまま筆を動かしてお手本真似してるだけだったけど、今日行書書いたのはすごい自分でも書いてる感があって、実感として筆先うまく扱えてる感じがします、このまま練習続けたら上達しそうですって言ってくださったんですよね。でそのぐらい霊書は劇的な効果を皆さんにもたらすので、一度やるだけで全然違いますからね。騙されたと思って一度霊書をやってみてください。霊書の古典でいうと総前秘の本とかがおすすめです、入門書で。なので霊書触れたことないから、まず総前秘から始めてみるといいかなと思いますね。加穂先生こんにちは。霊書総前秘のおすすめ本ってありますか？めっちゃある。個人的おすすめはこの本なんですよ。書道技法講座14番の総前秘ですね。二元社さんから出てて、なんと DVD 付きで下敷きもついてるっていうすごく親切な本になってます。でこの下敷き付きがまたいいんですよ。初心者だったらこれ超ありがたいと思います。これ本当は本の中身あんま見せちゃダメなんだよね、この YouTube とかで。なのでパッて一瞬ですけどこんな感じになっていて、ちゃんとお手本にも線が入ってるので、半紙を置いて下敷きの上で書くときにこっから筆を置けばいいんだとかっていうのがよくわかる。意外とこれ左寄せに字を書かないとはたく入んないんだなとか、なんかいろんなことが分かりやすいです。でこれは総前秘を順番に臨書していくとかっていうことではなくって、ちゃんと基本点書くベースのテキストになってるんですよ。なので最初のページとかはすごい親切で、これ本じゃないですよ、私のお手本です。で波のない横線練習してみましょうとか、波のある最後ふわってなるやつ、波のある横線練習してみましょうとか、初心者向けに順序立ててページが構成されてるわけですよ。これはよくできた本です。前輪したいとかっていう人には全く向かないですけど、一個一個着実に学んでいきたい、ちゃんと自分のものにしていきたい、一本一本習得したいんだっていう方はこの本おすすめなので、ぜひ購入してみてください。上級者とかになってきたらこういう木簡とかそういうシリーズもあるので、別のにやってみてもいいかなというふうに思いますね。精神下水が行書に使っていいですか？総前秘のおすすめ筆はありますか？ありがとうございます。私のオンラインショップで預かっている精神と下水ですが、どちらも行書に向いています。ただ出る雰囲気が全然違います。精神はすごい骨格がしっかりした行書に向いてると思います。下水はどちらかというと柔らかい雰囲気の行書とかに向いてると思います。総前秘におすすめの筆は買っていただいた下水がおすすめです。最近日展で入選したので取り扱うことにしましたっていう筆ですね。この下水っていう一番最近販売したんですけど、1週間で100本すぐ売れちゃって、1週間じゃないかもう 4,5 日で売れちゃったんですよ。この下水手に入れてる方はですね、ぜひこの下水で総前秘とか霊書取り組んでみてください。めっちゃ書きやすい。初心者はこっちの方がおすすめかも、精神より。精神って穂先長いんでちょっと難しいかも、扱いが。なので下水でこの造法、逆筆造法の動きを練習してください。いい感じに気持ちよく練習できるかなと思いますね。霊書ってなんかこういう風に造法とかさっきから言ってますけど、こういう風にくるっと穂先を隠して進む筆使いが多いわけですね。基本的にそうだと思っててください。でその動きがですよ、こっち回転とかこっち回転とかいろいろあるわけです。でこの右回転と左回転で入れるのって何が違うのかっていうと、なんとなく出てくる線が違ってきます。左回転で動かすと左に膨らみつくし、右回転で動かすと右に自然な膨らみがついてくれる。例えばですよ、この家っていう字のここ右の膨らみありますよね。だったらこの家のここの始まりで右回転で始まったら右に自然な膨らみつくじゃんとかっていうことが分かってたらですね、筆使いが変わってきてすっごい奥行きあるいい線質の行書体が書けるようになってくるんです。でこれできると何がいいかって、毎回起筆でしっかり当たって入ることにつながるので、めちゃくちゃ格調高いというか分かってる系の行書になる。初心者が書いた行書、お手本の真似した行書ではなくなるわけです。自分本来の字で書いたような分かってる人風の行書になるんです。
だから経験が浅いとどうしてもお手本の真似っこにしかならなかったりとかして、それがみんな嫌だって言うんですけど、だったら霊書学んで双方の動き身につけて、どっちに回すとどっちに膨らみが自然とついてっていう全て理解しちゃえば、自然と生き生きとした行書が書けるようになりますよっていうことなんですよ。めっちゃ深いとこまで話しちゃいましたけど、わけわかんなくてもやればわかりますので、本当にやってみてください。霊書とは楷書や行書や草書の後で勉強するものだと思ってました。そういう意見すごい多いんですよ。確かにとっつきやすいのは日常的に書かれてる楷書とか行書とかから学ぼう、その方が実用的にも生きるしなっていうことで楷書行書から学んでいく方ってすごく多いんですけど、よーく考えてみてください。漢字が出来上がった時のことを思い出してください。思い出してください。みんな生きてないかごめんなさい。3600年前とかの話で言うと、甲骨文とかから始まって篆書がまず生まれましたよね。ハンコとかに使われてる文字ですよ。篆書体が生まれました。その後篆書だと実用的にちょっと書くの時間かかるしなってことで、だんだんこう早書きの文化で隷書体が生まれました。隷書がまず先にできてるんですよ。隷書から草書ができて、隷書から行書ができて、隷書から楷書ができてるわけですよね。なので隷書を先に学ぶっていうのはものすごく理にかなってるわけです。行書にも草書にも楷書にも隷書の筆意っていうのは全てに入ってますからね。隷書全く関係なくないんですよ。行草楷全ての書体が隷書に通ずるものがあるっていうのは頭に入れといてください。これ本当です。楷書でもって思った方いますよね。楷書でもです。例えば字形の取り方とか、隷書体って破卓の主、破卓ってこう一番見せ場となる主要角のこと言うんですけど、こういうふわーっていくやつ、破卓の主では中心軸をわざと左に寄せて書く均衡の取り方があるわけです。でこういうバランスの取り方を頭に入れると楷書もめちゃくちゃ上手くなりますから、マジで全部つながってるので、隷書やったら皆さん絶対やってよかったって言うと思います。そのぐらい大事な書体です。